どうもどうも、エミです。今回はストーリー序盤から使えるクライマーズピックを終盤まで育てていく初心者向けの片手ハンマービルドを紹介します。最初に必要なのはクライマーズピックと欠けたクォーツです。ここまで揃えばファイヤースローで燃焼を作って近接攻撃の雷ダメージで荷重電を狙う動きが始まります。また崇高な火種や最終エンチャントの厳選は後回しで大丈夫です。先にやることを間違えると素材やステータスで遠回りしやすいので、今回はまず何を揃えるかとどこから伸ばすかを順番にまとめていきます。本編は初心者向けとしてノーマル基準で進めます。最後におまけとして難易度ハード、エコーなしのセリムのぬつもの周回を入れています。それでは早速行ってみましょう。対応はトゥガザーパッチ1以降、現時点でホットフィックス9時点で見ています。この動画ではクライマーズピックを前提に話します。理由はストーリー序盤から触りやすく、ファイヤースローが最初からついていて、片手ハンマーとして耐性ダメージも取りやすいからです。ファイヤースロー自体は別の片手武器に付け替えることもできます。ただし今回のジェム構成や立ち回りはクライマーズピックのハンマー性能込みで見ていきます。このビルドは燃焼を作って雷で起爆する構成です。まずファイヤースローで敵に炎熱ダメージを入れて燃焼蓄積を最大まで持っていきます。その状態でハンマーの近接攻撃を当てると武器につけた雷ダメージによって荷重電が発生します。ここが今回のメインギミックです。遠距離ではファイヤースロー、近距離では通常攻撃やダッシュ攻撃を使います。このビルドの楽しいところは単に火力を出すだけではなく、ノーレスト・フォー・ザ・ウィケットの戦闘要素をまとめて触れられるところです。間合いを見て投げる、燃焼蓄積を見る、雷を入れるタイミングを選ぶ、よろめいたらチャージ攻撃を入れる、危ない攻撃はパリー、回避、ブロックでさばく。このゲームの戦闘メカニクスを自然に扱う形になるので、これから始める人や始めて間もない人におすすめしやすい正統派寄りのビルドだと思います。次は強みと弱みを見ていきましょう。強みは大きく4つです。1つ目は序盤から始められることです。クライマーズピックはストーリー序盤から拾えることがありますし、少し進めて鍛冶屋を救出すれば購入もできます。最初からファイヤースローがついているので、拾った時点でビルドの入り口には立てます。2つ目は遠距離と近距離の両方に対応できることです。距離があるのはファイヤースロー、近づけるならハンマーで攻撃。この切り替えができるので、敵によって武器や戦い方を大きく変えなくても対応しやすいです。3つ目はよろめきを狙いやすいことです。片手ハンマーは剣や槍と比べると少し遅いですが、その分耐性ダメージを取りやすい武器です。ファイヤースローの往復ヒットや近接攻撃を絡めることで敵を崩してチャージ攻撃に持ち込みやすくなります。4つ目は完成形までいかなくてもちゃんと動くことです。最初はクライマーズピックだけ、次に欠けたクォーツ、そこから HP 吸収やスタミナ面を足していく。この段階強化ができるので、最初からエンチャントまで完璧に揃えなくても遊べます。逆に弱みもあります。まず、パリーを全く使いたくない人には少し会いにくいです。全ての攻撃を取る必要はないですが、ボス戦では集中力を戻す手段としてパリーが便利です。次に、火と雷を使うので、属性を一つに絞った最大火力ビルドではありません。火力だけを突き詰めるというより、遠距離、近距離、状態異常、よろめき、安定感をまとめて取るハイブリッド型です。ここからは実際の戦い方を見ていきましょう。まず集中力があるならファイヤースローを投げます。ファイヤースローは炎をまとった片手武器をブーメランみたいに伸ばすルーンで行きと帰りの往復でヒットします。コツは折り返し地点をだいたい敵の位置に合わせることです。近すぎると戻りまでの硬直が危険で、遠すぎると当たり方が安定しないことがあります。まずは敵との距離を見て安全に投げられるタイミングで使ってください。燃焼蓄積が最大まで入ったら次は雷です。基本は間合いを詰めてダッシュ攻撃。敵が近いならそのまま通常攻撃でも大丈夫です。武器に欠けたクォーツを刺していれば近接攻撃に雷ダメージが乗ります。燃焼状態になった敵へ雷を当てることで荷重電の範囲攻撃が発生します。うまく決まると敵がよろめいたり、よろめき手前まで削れていることが多いです。その時は欲張りすぎない範囲で追撃します。よろめいたらチャージ攻撃を入れてしっかりダメージを取っていきましょう。片手ハンマーは刃物系の武器より少し重いですが、変なためがあるタイプではないので慣れれば扱いやすいと思います。防御については基本はパリを狙います。ただし初めて見る攻撃、魔法系の攻撃、
突進系の攻撃。明らかにタイミングが合わない攻撃は無理しなくて大丈夫です。その場合には回避をしましょう。スタミナがきつい時や避ける余裕がない時はブロックをしましょう。パリー、回避、ブロックの順で考えると分かりやすいです。パリーの練習にはウォッチャーがいる貧民窟に向かう途中の訓練人形でできます。近づくと定期的に攻撃してくるのでタイミングを覚えるのにちょうどいいです。実戦で慣れるなら序盤の浅瀬や船乗りの村にいる片手武器系の敵が練習しやすいと思います。片手武器は攻撃の出が比較的素直で、両手武器系はディレイが長いことが多いので無理に取りに行かなくて大丈夫です。雑魚戦では敵がまとまっているところに範囲攻撃が入ると楽になります。ただ敵が多いほど欲張った時の被弾も増えます。一度投げたら次に近づいていいかを見てから動く。この感覚だけは序盤から意識しておくと後半の事故が減ります。ボス戦でもやることは大きく変わりません。ただ雑魚敵のように一気に倒しきれる相手ではないので、ファイアスロー、近接、パリー、回避を繰り返して少しずつ削っていく形になります。パリーできる攻撃を見つけたら集中力を戻すチャンスです。苦手な攻撃は避けて確定で殴れるタイミングだけ拾いましょう。次はまず揃えるものを見ていきましょう。ここは段階で考えると分かりやすいです。触り始める最低ラインはクライマーズピックを入手すること。ビルドとして成立するラインは欠けたクォーツを刺すこと。実用ラインは HP 吸収やスタミナ補助のジェムを足すことです。まずはクライマーズピックからです。これを持てばファイアスローが使えるので、最初は投げる間合いと硬直に慣れてください。次に欠けたクォーツです。クォーツをクライマーズピックに刺すと雷エンチャントがつきます。これでファイアスローの燃焼から近接の雷ダメージにつなげられるようになります。荷充電を狙う形としてはここが成立ラインです。欠けたクォーツは釣り、穴掘り、宝箱、敵のドロップ、デイリークエストの報酬などから手に入ります。サクラメントに到着した後はストーリーやクエストを進めながら浅瀬やオーバングレーズの周辺をしっかり探索していくのがおすすめです。実用ラインとして欲しいジェムはブラッドストーン、牙、ムーンストーン、御影石、エメラルドあたりです。ブラッドストーンは HP 吸収がつくので被弾した後の立て直しが楽になります。表記そのままの大回復というより攻撃しながら少しずつ戻す補助として見ると分かりやすいです。牙のジェムは攻撃時のスタミナ消費を下げられます。攻撃した後に回避やパリーへスタミナを回す余裕を作れるのが強みです。ムーンストーンは集中力の持続回復です。パリーや通常攻撃だけに頼らず移動中にも少し戻るのでファイアスローの回転を助けてくれます。御影石は耐性ダメージを伸ばす候補です。片手ハンマーの長所と噛み合うのでよろめきを狙いやすくしたいならおすすめします。エメラルドは最大スタミナを増加させるジェムです。単純に攻撃や回避の回数が増えることになるので生存性につながります。必須で入れたいのは欠けたクォーツ、欠けたブラッドストーン、欠けた牙。手持ちのジェムに合わせてムーンストーン、御影石、エメラルドのどれかを入れる構成がいいと思います。注意点としてクォーツだけは終盤も欠けたクォーツのままで OK です。まだら模様のクォーツは雷ダメージ増加で雷エンチャント付与ではありません。このビルドで必要なのは近接攻撃に雷をつけることなのでここは間違えないようにしてください。逆にブラッドストーンや牙、御影石などは終盤でまだら模様へ差し替えられるようならその方が強いです。盾は序盤から持っておきたいですが最初から完璧に整えなくて大丈夫です。緊急時のブロック要因として使いつつ余裕が出てきたらブラッドストーンや羽のジェムを入れていくくらいで見てください。防具のファセット、指輪、まだら模様のジェム、火種を使った最終調整は後回しで大丈夫です。それと状態以上の蓄積バーが見えるように設定のゲームプレイからユーザーインターフェースに進んで敵の HP ゲージを表示をオンにしておくと便利です。燃焼蓄積が最大になったかが見やすくなるのでこのビルドでは大事な設定です。次は防具を見ていきましょう。このパートは単なる装備紹介ではなく初心者向けとして安定させるための土台です。ファセットは頭装備と足装備が神秘、胴装備と手装備が笛を本命にしています。頭装備と足装備に神秘を使う理由は集中力獲得量を伸ばしたいからです。このビルドはファイアスロー主体なのでパリやヒットで集中力を多く回復したい場面が多いです。他の候補としては俊敏もあります。俊敏はスタミナ回復が増える代わりに集中力獲得量が減少します。
このビルドは動き回り続けるタイプではないですし、集中力獲得量を減らしたくないので、俊敏は避けた方がいいと思います。同装備と手装備に笛を使う理由は、プレイグ防具を使いたいからです。正確には、プレイグを使いたいから笛というより、同装備と手装備で使いたい強い属性系エンチャントがあり、そのマイナスを笛で受け止めたいという順番です。プレイグ防具にはプラスエンチャントが4つつきますが、マイナスエンチャントも必ず1つつきます。その中で修理負荷を引ければ、ファセット笛で実質的に踏み倒せるので、プラス4枠を使いやすくなります。中装を選ぶ理由は、回避の感覚が素直だからです。軽装のクイックステップは見た目こそ軽いですが、無敵時間が短く、タイミングがずれると被弾しやすいです。重装はヘビーロールって感覚が重く、これも慣れが必要です。今回は初心者向けなので、布素材 4V で避け切る方向ではなく、中装で多少ミスしても立て直しやすい形を目指しています。次は完成形の装備方針です。ここからは少し細かくなりますが、全てを一気に揃える必要はありません。ここは後から伸ばす場所として見てください。まず武器は、クライマーズピックを小物のまま使います。理由はシンプルで、ジェム4枠を使いたいからです。ファセットは最終的には先鋭が本命です。クリティカルダメージを伸ばしつつ、防具側でクリティカル率を補っていく形です。手持ちの都合でエイリや警戒を使うのもありですが、最終的な本命を探すなら先鋭を目標にしておくと分かりやすいです。盾は防御そのものよりも補助枠として見ています。ファセットは瞑想が扱いやすく、ブロック時の集中力回復が増えるので、パリーに自信がない場面で立て直しやすくなります。盾にブラッドストーンをつけると HP 吸収の補助にもなります。また、羽のジムで重量を下げることで装備可能重量のステータスを1ポイント節約できるのも大きいです。防具のエンチャントで見たいのはアーマー貫通、クリティカル率、炎熱ダメージ、燃焼状態蓄積量増加のエンチャントです。アーマー貫通は敵の耐性を抜いてダメージを通しやすくする火力枠なので、見つけたら優先度は高めです。クリティカル率は武器ファセットの先鋭と合わせて火力を伸ばすための候補です。炎熱ダメージを選ぶ理由は、ファイアスローで燃焼蓄積を早く最大まで持っていきたいからです。過充電は燃焼蓄積が最大になった後に雷ダメージを入れて発生させるので、燃焼までの速さはこのビルドの快適さに直結します。頭装備には状態異常発生時に集中力最大15回復があるとファイアスローのコンボを維持しやすくなるので、このエンチャントもおすすめです。ここで1点注意です。プレイグの同装備には炎熱ダメージと表記されたエンチャントが2種類あります。最大 5% 増加のものは属性ダメージの増加、最大 50% 増加のものは燃焼状態の持続ダメージ増加です。この2つのエンチャントの見分け方は数字の大きさで、2桁ある方が持続ダメージ増加だと思ってください。プレイグの同装備には持続ダメージ増加のエンチャントの方をつけましょう。プレイグの手装備には燃焼中の敵に対するクリティカル率増加と燃焼状態蓄積量増加をつけます。これでかなり戦闘が楽になりますが、一気に全てを理想形にしようとするのは重いです。まずは頭装備と足装備に神秘、同装備と手装備に笛、この骨組みを作ってからエンチャントを少しずつ寄せていくのが現実的です。次はステータスを見ていきましょう。このゲームのステータスは、セリムのるつぼ5層の羊腸から鉄の全集というステータス再振りの機能を解放するまでは再配分ができません。そのため、序盤で大きく振り直すのは難しく、なるべく無駄を出さない順番で伸ばしていきたいです。序盤に目指したい数値は、体力15と装備可能重量16です。ただ、序盤は装備可能重量に余裕がなく、防具を全てつけたら重装になってしまうケースが多いです。例えばメッシュ素材 4V だと装備可能重量が15ポイント必要になります。1レベルでステータスに触れるポイントは3ポイントですので、メッシュ素材 4V をベースに考えると、最初のボスあたりのレベルだと足りないことが多いです。ここで序盤の選択肢は2つあります。まず1つは装備可能重量を先に伸ばして中装を維持するパターン。回避の感覚を素直に保てるので、ビルドの動きをそのまま使いたい方はこちらです。もう一つは体力を先に伸ばして序盤は重装で割り切るパターン。レベルが上がってきたら装備可能重量に振って中装に整えていきましょう。戦闘に慣れている方は中装を維持しつつ後でステータスを振り直す方がスムーズだと思います。僕自身最初のキャラは装備可能重量に振って事故った経験があるので、慣れていないうちは体力を先に伸ばして重装でしっかり耐える方が安定すると思います。スタミナは最初は15を目指しましょう。15以降は1ポイントあたりの伸びが鈍化します。
敏捷の指輪をつけるとスタミナ関係が改善するので、装備している場合は初期値の10にしても問題ないと思います。火力ステータスは腕力と進行力を同じ数値で伸ばします。クライマーズピックは腕力と進行力の両方を見る武器なので、片方だけ上げても意味がないです。できるだけ同数を維持して上げていきましょう。集中力には基本的に振らなくて大丈夫です。集中力の最大値は増えますが、獲得量が増えるわけではありません。このビルドでは神秘ファセット、冷静の腕輪で獲得量を伸ばす方が相性がいいです。ここまでの話を踏まえて、このビルドで事故りやすいところを見ていきましょう。一つ目は、ファイアスローの硬直を見誤ることです。攻守ともに使いやすいビルドですが、一番隙が出るのは投げた直後です。敵との距離が近い。相手が攻撃モーションに入っている。スタミナがなくて避けられない。この状態で投げると大変危険です。まずは敵を見る。クライマーズピックを投げる。安全なら近づく。この順番を意識しましょう。二つ目は、パリーを頑張りすぎることです。集中力を戻す手段としてパリは便利ですが、無理に狙って失敗すると一気に叩かれて倒れることがあります。パリできる敵と無理しない敵を分けてください。回避して1、2発当てるだけでも集中力は戻ります。完璧に取ろうとするより生き残ることが大事です。3つ目は燃焼後に急いで突っ込むことです。燃焼蓄積が最大になると雷ダメージを入れたくなります。ただボス戦で焦って間合いを詰めるとボスの攻撃と勝ち合います。燃焼状態が残っている間に雷ダメージを入れれば狙えるので、大事なのは今すぐ突っ込むことではなく、安全に当てられるタイミングを見ることです。もし燃焼が切れてしまっても、その間は持続ダメージが入っています。無理に取りに行くより、一回仕切り直して次の流れを作った方が安定します。このビルドは最小構成から少しずつ完成形に一緒に育てていくビルドです。なので、一度に全てを解決しようとせず、じっくり準備していきましょう。今回の内容をまとめていきましょう。まずはクライマーズピックでファイヤースローになれる。そこに欠けたクォーツを入れて、炎と雷の連携を使えるようにする。あとは HP 吸収、スタミナ補助、耐性ダメージ、防具周りを手持ちに合わせて少しずつ足していけば大丈夫です。最終装備や火種を使った強化は方向性が固まってからで OK です。いきなり完璧に揃えるビルドではなく、序盤から使いながら育てていけるのがこの構成のいいところだと思います。火力だけに尖ったタイプではありませんが、遠距離、近距離、状態異常、よろめき、パリーまで自然に触れるので、ノーレスト・フォー・ザ・ウィケットの戦闘になれる入り口としてもかなりおすすめです。というわけで、ビルド解説としてはここまでです。ここからはおまけで難易度ハード、エコーなしのセリムのるつぼをやっていきます。本編で話した立ち回りで実際にどこまで戦えるかの確認として見てもらえればと思います。ローディングや移動時間は少し切っていますが、戦闘自体はノーカットで残しています。それでは行ってみましょう。
というわけでハード、エコーなしのセリムノの壺、いかがだったでしょうか。道中は危ないところもありましたが、残響の騎士はパリー多めで安定して倒せました。ハードでもパリーが取れる相手なら安定感がぐっと上がります。もちろんパリーに頼らなくても回避で隙を見つけて殴っていける性能はあるので、
ご自身の得意な戦い方に合わせて使ってみてください。最初から全て完璧に揃えなくても、ここまで育てればハードまでこなせるので、ビルドを組む時の参考になれば嬉しいです。実際に触ってわからない部分があればコメントで教えてください。少しでもお役に立てたら幸いです。それではご視聴ありがとうございました。またね。